浜湯です。久々のサブチャンネルということで、今日はですね、久しぶりに、無修正動画、無修正といっても完全無修正ではないんですが、撮っていきたいと思います。で、今日狙うのは赤下駄。下駄って聞いて皆さん馴染みないかもしれませんが、下ビラメのことですね。で、僕、下ビラメ漁が結構好きで、なんで下ビラメ漁が好きかっていうと、めっちゃね、網から外すのが早いし、楽いし、来るのもねすぐなのに相場もいいから短い時間で結構稼げるんですよ。その取れる時期とかね、取れる量とかっていうのもそんな多くないんですけど、なかなか好きな量の一つです。結構最近は毎日やってます。それで網なんですが、ファン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 、旗入れて鉛もで網を中通してで網やっていきます。で旗入れて1枚目は終了。もうボロボロだね。で2枚目も入れていきます。入れて帰りますね。よいしょ、これで2枚目も終了。じゃあ網入れ終了しました。だいたい所要時間は30分ぐらいですね。で帰って寝て、明日朝早くに行きたいと思います。ちなみに今日はタンクトップムチムチですね。全然絞れてない。じゃあ早速行きたいと思います。で昨日の夕方仕掛けて今日の朝で売るのは明日なので、こちらの氷を持っていきます。よいしょよっ。で今朝のね6時半で起きたの5時なんですけど、ちょっといろいろやることがあって今の時間になりました。でもうねこの時間になると太陽が照ってめちゃくちゃ暑い。だからね、夏に仕事するんだったら朝の4時半から6時までそれしかできない。今から網繰り行くんですけどね。で前外してエンジンかけて、じゃあ出港していきます。じゃあ旗が見えてきました。はい、じゃあ網上げていきます。久々のほぼ無修正動画。ほぼ無修正動画ね、めっちゃ久々なんですよ。結構前撮ってて、このね漁の様子っていうのをなんか淡々と撮っていく。これ僕のじゃないわ。間違えて父親のあげてましたね。近いとこやってるから間違えた。移動します。いやこれだこれだ。これはこの間僕が作った旗です。旗っていうのも結構自分でね漁師さん自作するんですよ。だから僕が今回使ったのはこういう黒棒に中こんな鉄をねぶっ刺して作りました。こうするとここにうまくこう刺さるんですよ。これで OK。やっぱできる男というのはですね、こうやって空間も大事にするということでやっていきましょう。でさっき言ってた無修正動画の話の続きなんですけど、ほぼ無修正っていうことはやっぱねこうただ淡々と来るだけでは面白くない。ひたすらね何かを喋ってないといけないということで喋りながら食っていきたいと思います。喋るにしてもネタがそこまでないんですけれども。はい、じゃあ網がかかってきました。上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。1匹目早速何かやってきました。こちらグチですね。石持ちっていうお魚なんですけど、東京の方では割と高級魚です。こんな感じグーグー鳴きます。だからグチですね。さあそしたら次はゲタが上がってきました。やった。でゲタねどれだけ外すの早いかっていうと、もうこうやって目からねこう抜くだけ。もう外れた。こんな感じです。これが下駄ですね。正式名称は赤牛の下で、別名はベロとか下駄とか下ビラメ。下ビラメはそのままか、正式名称か。だからいろんな言い方があって、その名前の由来なんですけど、要は牛の下とか、ベロですね。ベロに似ているから赤牛の下っていう名前がついてます。さあ2期目もやってきました。で結構ですね人気がなかったお魚なんですよ。その赤牛の下っていうのは赤下ビラメか。赤下ビラメはもともと人気がなかったんですけど、人気に火がついたのは明治時代以降に養殖のね文化が日本に入ってきて、それで
なんだシタビラメのムニエルっていう皆さん大好きな有名なやつありますよね。あの料理が広まってからシタビラメ人気が一気に火がついたんですね。その証拠に江戸時代の書物ではシタビラメはですね、腐りやすく、朝廷とか幕府だったかな、朝廷に収められない魚として記されているんですね。それが今では大人気。そしてこちらなかなか大きいシタビラメです。生きてます。結構シタビラメってね、息が強くてそんなすぐには死なないお魚です。はい、というわけで調べてきたこと、喋ることがなくなりそうですね。他何かあったかな。あ、そうだ、シタビラメはですね、生まれた時はこう目が離れてるんですよ、普通のお魚みたいに。でこれ見てください、シタビラメ。今ではですね、こう目がこうめっちゃ近いんですけど、生まれた時は離れてて、育っていくとこのね目がねこうひっついてくるんです。で唐揚げもうまいんですけど、シタビラメはですね、刺身で食べると実はめちゃくちゃ刺身でも美味しくて、なんか取れたこの息のいいやつを食べると身がねプリプリっとしてて、もう食感はまるでエビのよう、そして甘いんで味もエビのようで、エビとどっちがうまいかって言われるとそれは好みです。なおかつその身質はなんと脂質が 1% しかなくてですね、1% ですよ、脂質。ダイエットにも最高のお魚でも、味はめちゃくちゃ美味しいので最高です。そしてまたこいつが来た。僕の大嫌いな赤エイですね。これ動画で僕いっぺん刺されてる手術したやつ載せたんですけど、このサイズからちょっとこれより大きいサイズが一番ね暴れます。そしてまた見事な赤牛の下。やっぱ気温が高いんでちょっとつどつど氷入れていきましょうか。こうやってすぐ外して、少々はね今風が吹いてるからそこそこ涼しいんで大丈夫なんですけど、こうやって氷持ってきてて氷の中に入れていきます。であと水分補給大事だから、水分も間違いなく持ってきてますね。よいしょ、ちょっと水足そうか。よし、これで OK。 で魚はですね、こうやって曲がったまま氷しておくと魚も曲がった状態になるんで、しっかりとねまっすぐ伸ばして、入れてあげましょうと。 OK。 で赤エイに刺されて僕手術したんですけど、赤エイのねトゲってすんごいノコギリ状にギザギザってなってて、それでねこう返しになってるんですよ。だからいっぺん刺さると抜く時にその刺さった部分が肉がミンチ状になります。でそんな強力なトゲなんですが、昔だったから昔ですね、アイヌの人たちが、矢の矢尻とか、それから森とか、つくもんですね、あれの先端に赤エイとか、エイのねそのトゲを利用していたほど強力なんですよ。あ、そうだ。で今回の動画の企画なんですが、多分ですねその時給なんだろう、この薄いこの下駄を取って時給いくら稼げるのかみたいな動画にしようと思ってるんですよ。だいたい出航したのが多分6時半ぐらいなんで、それで計算していこうと思います。で今この僕のやってる場所では5年ぐらい前まで渡りガニがねめちゃくちゃいて、おじいさんと行ってた時はもう2枚の網を振るのに4時間ぐらい、ほとんどね外す時間が主でした。それぐらい渡りガニが来てましたね。1枚の網で50杯とかで。渡りガニの思い出といえば、昔小学校の時はもう毎日ですね、お昼というか小学校から帰ったらもう家の中がカニの匂いでね、うちの親父がカニを毎日炊いてました。それが今ではもう全然食べれない。味っていうのはね、希少性も大事なんですよ。たまに食べるからやっぱうまいみたいな。でさっきから愚痴の子供しか来ません。でおじいさんとね僕ずっと漁に20歳ぐらい、じゃあ16か17か16ですね、17になる直前の16ぐらいに行ってたんですけど、おじいさんってマジで鉄人で86歳までね、沖行ってました。この縦網同じ量ですね。で最後の方なんてもう杖ついて行ってて、杖ついて足引きずりながら沖に行って、それが半年ぐらい続きました。さすがにねもうその時に心臓とかも悪かったんで、とある日の朝に急にね僕が寝てたら親父がバタンって扉開けて「おい祐介、じいさん倒れたぞ助けてくれ」ということで行ったんですよ。じゃあ一番の準備してたらしくて、それでおじいさんが泡吹いて倒れてて、そういうのを介抱した記憶もあります。あ、いいものが来ました。こちら夏のフグマゴチですね。これはね夏のフグマゴチって言って、なんでかっていうと、テッサってあるじゃないですか、トラフグのあれ並みにうまいということで、夏のフグと呼ばれてます。ちなみにテッサ並みにうまいということでテッサ並みとも呼ばれるんですよね、夏のフグは。夏のフグじゃない、それは当たり前かテッサだもんな。
これ夏のこっちです。さあいよいよ本格的にね喋ることがなくなってきましたね。2枚の網分絶対喋れない。なんてかっていうとちょっとね頭が回んないですよ。ちょっと昨日酒飲みすぎちゃってダメージヘアですね。だからね酒を飲まない日が2日ぐらい続いた時は結構ね喋れるんですけど、で今僕がこちらに移動したのは太陽がですねあちらにあるんで、それでやっぱりなんだろう、この逆光ですね。やっぱプロのね YouTuber としては逆光も意識しないといけない。プロの YouTuber なのか何なのか、もう僕は何屋さんなのかとか言われてますけど、マグロの解体ショーをしたりね心の本質では、漁師としての気持ちが一番強いというわけで、生涯的にもやっぱ漁師として生きていきたいなと思います。これも夏のこっちフグ、これ生きてたら相場いいんですけどね、やっぱ夏だから死にやすいんですよ。で死んでてもこうやってエラの綺麗なやつですね。こいつはまだ微妙に生きてます。ただ死ぬんで締めて氷しますね。生きてるわ。これで池間入れてこう。よいしょ。で生きてるこっちは相場がいいので、入れておきます。でもこの話も何度も言ってるんですけど、瀬戸内海ってやっぱこう基本的にいろんな県が海に面してて、海産物が結構早い段階で消費者さんの元に届くんですよね。だからみんな昔からそのグリグリの密質のものをね食べ慣れてるので、生きてるやつを市場に下ろさないと相場がねガクンと下がるんですよ。もう瀬戸内海周辺の人たちはグリグリのお魚が好きと覚えておきましょう。みんながみんなそういうわけではないと思います。はい、じゃあついにやってきました渡りガニですね。いや久しぶり。ちょっとお待ちを。久しぶりですね。今ねちょっと網がネットローラーに逆巻きして止めました。いやーいいカニですね。いいカニだと思ったらまさかの渡りガニじゃないんかいということで、こちらは台湾渡りのメスですね。紫の台湾ガザミっていうやつのメスバージョンです。違いは何かって言われたら、なんとなくこの殻とかここらの模様とか、それが台湾ガザミです。味はねそこまで変わらないんですけど、僕個人的にはこれハーブの匂いがしてちょっと苦手です。いやー喋ることがなくなったんですけど、来た来た来た、喋ること来た。こちらお化けクラゲですね。これがね今年めちゃくちゃ多いんですよ。網にもめっちゃかかってくる。本当にこれお化けクラゲって、海の中でなんか皆さんの想像するこうお化けだぞみたいな感じのクラゲに見えるからお化けクラゲって名前なんですね。そしてまた台湾ガザミのメスも来ました。さあ次やってきました。こちらマダイですね。ただタイはねやっぱ息が弱くて残念ながら上がりとなっております。上がりっていうのは死んだ状態で上がってくることですね。ただ全然まだまだ綺麗です。死にたてですね。死にたてほやほや、塩焼きにしてもよし、天ぷらにしてもよし。でこの間ねマナガツオとタイの天ぷら食ったんですけど、結構ね張り合うぐらいどっちも美味しかったです。聞いてください。味噌汁で印。てん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 、最初からこうなることが決まってたみたいに、どこか嘘っぽいんだ。都ボラが言えた台湾タイ口赤い、こんな感じで OK ですねしない大空と広い大地のその中で、さあ網を振っていきます。魚は全然来ません。これじゃあ企画倒れもいいとこですね。でちょっとゲタも溜まってきたんで一旦氷水入れていきます。でゲタってやっぱ底物のお魚なんで、こうやって泥とかがつくんですよ。やっぱ市場に出す時にこういう泥がついてると良くないし、見た目的にも良くないし、泥の香りがついてもいけないんで、こうやって丁寧に洗って入れていきます。ついてるやつはね、ほぼ無修正動画って言ったんですけど、喋るとこがなくてめちゃくちゃカットしております。もうねずっとなんかいろんな魚が来てたら僕のこのにわか知識覚えてるやつで喋っていけるんですけど、魚が来ないから思い出話とか歌うしかねえっていうね。ちなみにこのゲタ立てっていうのは基本的にもう取れるものはゲタか渡りガニ、台湾ガザミ、それから石ガニ、タイ、グチ、赤エイぐらいですね。それからコチですね。だいたい7種類ぐらいでしょうか。はい、じゃあ網も残り少なくなってきました。ハリイカが来た。やったー。うひゃー、嬉しい。まさかのイカですよ。僕らはハリイカって言ってますけど、正式名称はおそらくコウイカですね。ここ
音を聞かせよう。ハリーカ。車とかで美人がこうベンツィーとかって言ってペカテカテカってするみたいな。これはもうおかずですね。1匹しかいないから。ハリイカの特徴としては海の王様じゃない、イカの王様アオリイカとかいると思うんですけど、アオリイカはこうどちらかというと取れたて以外はネチョネチョとして甘くて美味しい感じです。でハリイカはコリコリとした食感とさっぱりとした甘みうまみ、そういうのを持ちます。天ぷらとかはね結構美味しいです。はい、というわけで網が軽くなってきました。もう網の終了の訪れでしょうか。最後に下駄が来ております。嬉しい限りです。下駄なんてね、なんぼ来たところですぐ外せるんで、もう全然苦しくない。赤いとかが100匹とか取れたことあるんですけど、あれ外すのね3人がかりで3時間ぐらいかかりましたからね。それぐらい大変。網繰り終了しました。フロートを上げて旗も上げて、で僕の最強の持ちネタにしましょう。ほらな、俺ね。じゃあ魚外して2枚目の網繰りいきます。はい、じゃあ魚外し終わりました。でこちら取れた台湾渡り2杯なんですけれども、今ね吹いてないんですけど、カニってこう陸に上げて弱ってくると泡吹くんですよ。でなんで泡吹くかっていうと、陸上でも呼吸ができるように泡吹いて多くの水分を空気に触れさせて、で息をするんですね。そのために泡を吹きます。でこのまま爪をフリーにさしておくと、もちろん噛まれてしまいますの挟まれてしまいますので爪をくくりますが、僕のプロの技をご覧ください。でカニは上向けて、まず片方を取ってこうやって脇を締めて V の字にします。でゴムを取ってゴムをこうかけてくるっくるっくるっと、ほんで反対側もくるっ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 と、これで OK。 じゃあもう一回。こんな感じ。はい、じゃあもう一枚網くるんで、ちょっと網を移動して、重たい。で2枚目は主観でやっていきます。もうね喋ることないんで、カットキットカット、魚が来た時だけあれします。はい、じゃあ網繰り終了しました。いやもうね、いつもそうなんですけど、カメラを構えた時、持ってきた時だけいないですよね。せっかくね下駄は時給が良くて楽だよみたいな動画を撮ろうと思ったのに、ただですね、見てください。こちら下駄がですね、ほらでかいんですよ。なんでかっていうと、こっちの網は35って言って、3.5寸なんですけど、こっちは38って言って 3.8 寸の網なんですよ。おまけに1枚もんでかかってくる下駄は基本的にその目合いに応じた魚のサイズになるんで大きいというわけですね。これちょっとちっこい。で2枚目の網はだいたい9枚ぐらい、10枚取れたかな、8枚かなぐらいしか取れませんでした。いつもだったらね、いつもっていうかここ最近は倍ぐらい取れてたのに、今日に限って少ない。じゃあちょっと移動して網やってお家帰ります。じゃあ取れたものを見ていきましょう。よいしょ。下が何枚かな。1234224匹。下駄24匹、少ない。50枚ぐらいは欲しかったな。で上がりのこっちが1匹と、台湾ガザミのメスが2匹、オカズハリイカが1、それからイケゴチが3匹です。で今から帰って牡蠣の反転に行きます。3日に1回反転してるんですけど、反転させて牡蠣を強くしたりですね、それからなんだろうな、汚れとかを落とすためですね。牡蠣に漁師に YouTube に3足のわらじですね。3足のわらじ、これがやりたかっただけです。帰りましょう。はい、じゃあ帰ってきたんで、次はこの小舟で行きます。反転は小舟の方がやりやすいです。船外機ですね。船外機のセル付き、ここのボタンを押すと
セルが回ってエンジンがかかる。じゃあ行きます。T シャツ販売中。売り切れてるかも。はい、でこれがうちの牡蠣の養殖場ですね。フロートをくるんって反転させて干します。なんかフロートの下にカゴがついてて、それで牡蠣を育ててます。よし、反転完了。せっかくなんで生牡蠣食おう。での牡蠣を食うぜ。どれにしようかな。食い放題ですね。牡蠣食い放題ただだ。じゃあ早速剥いていこう。おお、プリップリに入ってんじゃん。うわ、うまそう。めちゃくちゃいい感じで、これに浜湯ポン酢をかけていただきます。甘っ、うまい。でここでキンキンに冷えたビール。ちなみに飲酒運転大丈夫です。うちのスタッフは第2級の船舶免許を持ってます。いや、僕は帰りは運転しません。最高だな。もう一個食おう。たまに言うな。貝柱がね、すごいしっかり。はい、じゃあ帰って暑いんで海で泳ぎました。ちょっとね、牡蠣のサンプルの発送行きます。僕運転してないです。でコンビニでお昼ご飯買いました。今日は親子丼とおにぎりです。うまそう。ちょっと鶏肉少ないね。やっぱ海沿いで食う飯がうまいんで、来るのは海沿いです。魚介本が最高。はい、じゃあ急ですが翌日です。早速昨日の下駄を立っていきます。箱に裏返して立てていきます。でこの時にだいたい同じ大きさになるように、こんな感じ。これは特大ですね。はい、こんな感じで箱に立つことができました。これが中の、これが大です。こんだけ。あと1機こっちが2機。では昨日のイカシモンですね。こっちとカニ、台湾ガザミのメス2つですね。こっち上がりなっとるわ。やっぱ夏だから弱いんですよね。1匹は生きてますね。とりあえず台湾ガザミ2杯行こう。もうこっちはおかずだ。こっちだけにね。はい、というわけであれから何日か経過して、下駄の市場での値段がですね、全部でだいたい1万5000円ぐらいでした。まあだいたい4時間稼働ぐらいだから4000円ぐらいですかね。4520、4416、4000円ぐらいです。まあ4時間ぐらいであれぐらい取れたらなかなか面白い量かなと思います。というわけで今回の動画はサブチャンでこんな感じで終わりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。